イテム番号 SCP-5726 きらめく魔法少女ダーリンピンクオブジェクトクラスケテル特別収容プロトコル SCP-5726 はサイト19のコードセキュリティチャンバー内に冷凍保存されます。SCP-5726 が意識を取り戻した際には、機動部隊ロー36違反者のお気に入りが最小の武力で制圧します。SCP-5726 の1は、サイト19内の保管庫にビデオ監視の上で保管します。また、SCP-5726 の1には GPS 追跡機器を取り付けます。説明SCP-5726 は起源不明の有知性人型アノマリーです。SCP-5726 は、きらめく魔法少女、ダーリンピンクシリーズに登場する架空のキャラクター、中村いちごに酷似しており、また、オブジェクト自身もそのように自称しています。当該キャラクターは、日本の7歳から12歳の児童を対象としたグラフィックノベルシリーズ全500章、及びこれを原作とし、2002年3月7日から2007年2月8日まで放映されたアニメーションシリーズ全200話に登場します。伊藤研究員による概要を以下に掲載します。きらめく魔法少女、ダーリンピンクは、ダークネスの魔の手から世界を守るため、魔法少女、ダーリンピンクとして正体を隠しつつ戦う14歳の女子中学生、中村いちごの物語です。中村いちごは、ダークネスに憑依されてしまった学校のいじめっ子、不公平をする教師、不良集団などの様々な敵と戦います。格闘により制圧した後、中村いちごは、敵をダークネスの憑依から解放し、愛の力で世界を救うため、彼らと友達になります。SCP-5726 は、飛騨高山で発生した一連の異常殺人事件が岐阜県警察に潜伏していた機動部隊伊予多重、ポリコウの注意を引いた後、財団による調査の対象となりました。続く2018年8月9日、SCP-5726 は、3人の青年に対する殺人事件の直後、機動部隊パイ1、町の口出し者により確保されました。この際武力は必要とされませんでした。目撃者である12歳の日本人男性には、事件の後、クラス A 記憶処理が実施されました。SCP-5726 は、外見上は若年期の女性に類似しますが、生物学的には、その他の点で大きく異なります。SCP-5726 は、臓器、血液、筋組織、中枢神経系を持ちません。外科的分析の結果、SCP-5726 の体組織は、多数の肌色の肉状の層からなっていることが判明しました。この組織は、外傷に対し高速に修復されます。にもかかわらず、SCP-5726 は、食物と水を必要とし、痛覚があると主張し、胃、脳、心臓といった人体の基本的な臓器についての知識を持ちます。SCP-5726 は覚醒状態の際は、一本の杖、SCP-5726 の1を召喚することができ、これを用いて、漫画調のハートの形をしたピンク色の誘爆性の放射を放つことができます。放射の大きさは変化し得ます。発射時には、非常に大きな弾けるような音が鳴り、爆発時には光を放ちます。この泡状の実体群から引き起こされる爆発は、人体の皮膚組織、筋組織、脂肪組織を融解させる効果があり、重大な損傷を引き起こします。ホイ5726-1初期収容2018年8月9日から2018年10月30日にかけて SCP-5726 は高度セキュリティ人型実体収容セルに収容されていました。当時 SCP-5726 には年齢相応の娯楽が提供されていました。
SCP-5726 とのコミュニケーションは、主に西川ジョーンズ・カナコ主任研究員により実施されていました。SCP-5726 の初期、インタビューログ、インタビュー対象、SCP-5726、インタビュー者、西川ジョーンズ・カナコ主任研究員。前期、インタビューは日本語で実施されました。SCP-5726 の回収時、SCP-5726 のそのアイテム番号に対する否定的な反応が認められたので、西川ジョーンズ班長は SCP-5726 の警戒心を解くため、SCP-5726 を判明していた下の名前で呼ぶことを決定しました。こんにちは、いちご。この施設での、これまではどうでしたか？大丈夫、だと思います。どうしてここにいるのかはわかりませんけど、何か悪いことをしたわけじゃないんです。もちろんです。もしよかったら、かなこと呼んでください。いくつか答えていただきたいことがあるんです。ブラボー巡査があなたを発見したとき、あなたは何人かの人々と戦っていましたね。それはなぜですか？あの人たちが、こんなちっちゃい子供をいじめていたんです。その子のお金が欲しかったみたいです。一人はナイフを持ってて、だから、私はここに来たばかりですけど、見過ごすことなんてできないじゃないですか。もちろんです。あなたは、いいことをしようとしたのですよね。SCP-5726 は必死にうなずく。ここに来たばかりというのは、どういう意味でしょうか？私は、この世界に来たばかりなんです。きっと、何か理由があってのことなんです。誰かが、異次元から、すごいヒーローを呼び寄せようとしたとか。その、前にも、同じことがあったんです。なるほど。そうなると、ここでのあなたの目的は何なのでしょうか？実は、まだよくわかってないんです。多分、いつもしているのと同じことだと思います。私は魔法少女ですから。私は、悪い人たちをきれいにしてあげなきゃいけないんです。西川ジョーンズ研究員は沈黙している。SCP-5726 は説明する。私が、悪い人たちにプリティピュアリティハートバブルを打つと、その人たちの中に隠れて悪さをさせてたダークネスをやっつけることができるんです。それで、いつも、私たちは友達になるんです。すごく素敵なことだと思うんです。興味深いですね。総括、インタビューの残りの時間では、SCP-5726 は、悪い人たちをきれいにするため、収容から脱することを希望しました。SCP-5726 は、これを、ダーリンピンクとしての、最も重要な使命であるとみなしています。後に、西川ジョーンズ研究員から、SCP-5726 をなだめるために犯罪歴のある D クラス職員に監視付きで接触させるという提案がなされました。この提案は受理されました。SCP-5726 監視映像003参加者 SCP-5726 D8972 監視者ベネディクト・キム下級研究員。前期、以下の映像は、SCP-5726 が、初めて、D クラス職員と監視下で接触した際のものです。D8972 は、オーストラリアにおいて、3件の窃盗及び、妻に対する家庭内での虐待により、有罪判決を受けていました。SCP-5726 は、監視を行う研究員により、D8972 の犯罪歴を知らされていました。D8972 は、SCP-5726 の母語である日本語を話さないことに留意してください。愛と正義の名のもとに命じる。止まりなさい。すまない嬢ちゃん。あんたが話してる。何語かわかんねえけど、俺にはわかんねえ。罪なき女性にあんなことをしたり、お金を払わずに、お店から物を取っていくのは、いけないことよ。D8972 は、背を向け、
キム下級研究員に気づいてもらうためガラス戸を叩く。おい、一体これは何なんだ。人を間違ってんじゃねえか。この子供、英語は話さねえぞ。さあ、こっちを見なさい。ああ、これはちょっと大変だわ。日本語を話さない人と戦ったことはないのに。でも、多分大丈夫。きれいにすれば、きっと、彼も元に戻るわ。いけピュアリハート SCP-5726 の1先端からハート型の爆発放射が音を立てて放たれ、D8972 へ飛んでいく。音を聞いて振り向いた D8972 の顔に放射が当たり、D8972 の頭部が爆発する。頭部のなくなった体が床に崩れ落ち、頸部断面から血液が噴き出す。この人から吹き出してる。気味が悪いわ。たくさん出てる。ねえ、気分はどう？ D8972 の死体は応答しない。SCP-5726 は死体に接近し、足でつつく。監視室では、キム研究員が気分が悪そうにしているのが見える。よく、わからないわ。まだ全部できってないのかな？ピュアリハート SCP-5726 の1からさらに5回、D8972 の動かない死体に爆発放射が放たれ、D8972 の死体は赤い粘性の液体と骨片の混合物へと変わっていく。SCP-5726 は爆発の影響を受けていない。SCP-5726 は腰をかがめて指を液体につけ、口に運ぶ。しょっぱい。この世界のダークネスは本当に変わってるわ。あの人も早く戻ってくるといいな。SCP-5726 インタビューログ037インタビュー対象 SCP-5726 インタビュー者西川ジョーンズかな子主任研究員ベネディクト・キム下級研究員 SCP-5726 死はご存知ですか？いいえ。どういう意味の言葉なんですか？生き物を死に、特に恋に至りが占めることを殺すと言います。あなたが D クラス職員を傷つけるつもりではなかったのは分かっていますが、彼らからは血、時には臓器も吹き出していました。これらはすべて人が生命を維持するために必要なものです。SCP-5726 は西川ジョーンズ研究員を見つめる。混乱がはっきりと見て取れる。ごめんなさい、かなこさん。日本語でお願いできますか？他の言葉はわからないんです。なんて言ってるんです。彼女は死の概念を理解していないようです。もしかしたらできないのかもしれません。脳自体がこのようなことを理解する構造になっていないように思えます。SCP-5726 は西川ジョーンズ研究員とキム研究員を交互に見つめる。会話についていこうとしているように見える。何かまずいことでもあったのでしょうか？いいえ、大丈夫ですよ。わかりました。かなこさん、ご迷惑にならなければ、一つ質問があるんです。この近くに、私と同い年くらいの女の子はいませんか？私、みんなをきれいにすることに疲れてきたんです。それに、友達もいないのに、ダーリンピンクで居続けるなんてできないし。その、かなこさんを怒らせるつもりはないんです。かなこさんはいつだって、私にとても優しくしてくれました。でも、わかりますよ。SCP-5726。全く怒ってなんかいません。私は研究員で、私の役職にはいくつか制約もあります。それに、私はあなたよりいくらか年上ですから、友達と思えないのは普通のことです。でも、すみません。あなたを助けられたらいいのですが、おそらく、このようなことは受理されないでしょう。どうして？難しい問題なのです。本当に申し訳ありません。ここでは何もかもが難しいです。私のいたところでは、もっとずっとわかりやすかった。詳しく教えていただけますか？なんて言ったらいいかわかりません。ここでは、
みんなをきれいにすることは、楽しいけどとても簡単です。誰も反撃してきませんし、逃げていくだけです。それにダークネスが、本当に体から出てくるのを見るのは気分もいいです。私のいたところでは、そんなに強いダークネスはいませんでしたし、だから、私も、ここでは、本当に、何かを果たせているって思うんです。でもみんな戻ってきてくれません。どうしてなのでしょうか？ SCP-5726、彼らはどこへ行ってしまうのだと思いますか？どういうことですか？彼らは二度と戻ってこないかもしれないと考えたことはありませんか？よくわかりません。そんなことありえませんよ、かなこさん。みんな絶対戻ってくるんです。そういう風になってるんです。なるほど。お時間をいただき、ありがとうございました。SCP-5726。かなこさん、一ついいですか？何でしょうか？その番号、覚えられないですし。それに、私は、かなこさんのことが好きだし、友達だって思ってるから、いちごって、呼んでくれませんか？もちろんです。いちご。総括、西川ジョーンズ研究員は、浄化後の犠牲者が戻ってきていないと SCP-5726 が認識したことは大きな進歩だとみなしていますが、このインタビューにおいて、それ以上の進展はありませんでした。B、キムと K、西川ジョーンズの E メール。西川ジョーンズ主任研究員。SCP-5726 の倫理観が少々心配です。SCP-5726 の正義と悪の区別は非常に極端なものであり、善悪に対する幼児的な理解のみから来ているものだと言えます。こういったことの複雑さを教えようとする数々の試みにもかかわらず理解ができていないという事実は懸念すべきものです。もしいつか SCP-5726 が我々を悪人と認めたらどうします？あなたは SCP-5726 があの哀れな B クラスにしたことを見たでしょう。無論彼は卑劣漢ではありますが、溶けてなくなってしまうほどのことはしていません。私が恐れているのは SCP-5726 が財団にいればいるほど SCP-5726 が財団に歯向かう理由を見つけてしまう可能性は高まってしまうということです。したがって SCP-5726 の特別収容プロトコルの変更を進言したいと考える次第です。SCP-5726 特有の身体構造は最も安全な収容方法の決定を難しいものにしています。具体的に申し上げれば SCP-5726 には循環系が存在しないために長期にわたる鎮静は不可能です。しかしながら試験の結果 SCP-5726 はある種の休眠状態に入ることによって内部からの補助なしに極低温環境で生存できることが判明しています。したがって冷凍保存は良い選択肢だと思います。お考えをお聞かせください。尊敬を込めてベネディクト・キム下級研究員。ベネディクト。私は、イチゴにチャンスを与えることが悪いことだとは思いません。確かに、彼女は、D クラス職員には、攻撃的な振る舞いを見せますが、彼女が自分のしていることを理解していないということはいいことであり、悪いことではありません。彼女が今までに傷つけたのは、彼女が悪人と認めたものだけです。そして、彼女は、我々が善人であると信じています。彼女が普通の子供ではないことは分かっていますが、それでも彼女は子供です。適切な教育を施せば、その行動は改善できるかもしれません。彼女は、間違いなく良くなりたいと願っています。彼女は悪人ではありません。ただ混乱しているだけです。加えて、我々にも進歩はあります。遅くはありますが、進んではいます。早まったことをする前に、もう少し彼女を観察しましょう。冷凍保存の研究は、進めていただいて結構ですが、私は、その必要が確実に生じる前に、最後の手段を行使することには賛同できません。それでは、かなこ。西川ジョーンズ主任研究員。的外れなことを言っていたら申し訳ないのですが、
SCP-5726 に対し情を持ちすぎているのではないでしょうか。第三者に意見を求めた方がいいでしょうか。尊敬を込めて、ベネディクト・キム下級研究員。ベネディクト。馬鹿げたことです。SCP-5726 は小さな少女であり、財団の無菌冷凍環境は児童の発育によくありません。人型実態への対処にあたって少しばかりの人間らしさを持つことが、財団に害をなしたことはないはずです。では、かなこ。インシデント 5726-01 SCP-5726 インタビューログ049インタビュー対象 SCP-5726 インタビュー者西川ジョーンズかな子主任研究員ベネディクト・キム下級研究員前期インタビューログ049の一部がインシデント 5726-1 に指定されました。最終的には SCP-5726 の収容違反が発生したことはありませんでしたが、研究員の予期せぬ死亡事故により、SCP-5726 の収容プロトコルの致命的な欠陥が明らかになりました。とてもいいです。SCP-5726。この進歩を喜ばしく思います。終わりも近いた。西川ジョーンズが紙で指を切る。傷口から少量の血が見える。大丈夫ですか？ええ、大丈夫です。紙で切っただけです。SCP-5726 は西川ジョーンズを見つめている。顔が青ざめている。SCP-5726 は西川ジョーンズの切った指に手を伸ばすが、触れる前に手を止める。そんな、ありえないわ。どうかされましたか？ SCP-5726 が立ち上がる。SCP-5726 の手に SCP-5726 の1が出現する。機動部隊ロー36違反者のお気に入りに SCP-5726 の1の転移を知らせる緊急ベルが遠方に聞こえる。キム研究員は立ち上がりゆっくりと後ずさるが SCP-5726 は反応しない。SCP-5726 は未だ動いていない西川ジョーンズを注視している。あなたもだったの？ずっと。とっても優しくしてくれたのに。ここのダークネスは、本当に手強いわ。こんなところ、いや。やめて。SCP-5726。15、お願いです。かなこさん、大丈夫です。今、直して、私たちは、本当の友達になれます。すぐ、帰ってきてくださいね。西川ジョーンズ研究員は、向きを変え、ドアに向かって走る。ピンク色の爆発放射が、発射音とともに、SCP-5726 の1から放たれ、逃走中の西川ジョーンズの背中に命中する。爆発により、西川ジョーンズ研究員の肉体はほとんどが液化し、ドアフレームが損壊する。血が、面会室の壁、床、SCP-5726、室の反対側でうずくまっていると思われるベネディクト・キム研究員に降りかかる。しばらく動きはない。キムさん、大丈夫ですか？かなこさんは、悪い奴らに取り憑かれていましたけど、でも、キムさん、来てください。心配ありません。ダークネスはいなくなりました。日本語を話せないキム研究員は頭を上げ、SCP-5726 と目を合わせる。コミュニケーションを取ろうとはしない。どうして、そんな目で見るんですか？かなこさんは戻ってきます。機動部隊ロー36違反者のお気に入りが到着し、収容室のドアをこじ開ける。SCP-5726 は拘束されるが、抵抗はしない。かなこさんはすぐに戻ってきます。みんないつも戻ってくるんです。
ロー36は、室内に運び込まれていたケージ内に SCP-5726 を連れて行く。キムさん、総括、SCP-5726 はケージ内に入れられ、12時間にわたり応答しませんでした。インシデント、5726の1の後、SCP-5726 の目下の収容プロトコルの決定のため、倫理委員会及び収容資源委員会による緊急合同会議が開かれました。SCP-5726 の心理状態は、西川ジョーンズ主任研究員の指導により、目覚ましい進歩を遂げていましたが、SCP-5726 の行動の予測不能性により、SCP-5726 を覚醒状態に置いておくことは、長期的に維持可能な解決策にはなり得ないと判断されました。ホイ5726に、現在の収容プロトコルへの変更。2019年2月21日、SCP-5726 の冷凍保存室への恒久的配置が行われました。ベネディクト・キム下級研究員が西川ジョーンズかな子主任研究員に代わる SCP-5726 との主要コミュニケータに選任され、SCP-5726 が事前に用意されていた冷凍保存室に進んで入っていくよう説得するように指示されました。以下は、セキュリティログ5726の302からの抜粋です。参加者、SCP-5726。監視者、ベネディクト・キム下級研究員。前期、ベネディクト・キム研究員は日本語を話せないので、意思疎通を円滑に行うために小型翻訳モジュールが支給されました。SCP-5726 には、事前に、冷凍保存室を SCP-5726 の力を増幅し、ダークネスを浄化する能力を向上させるために作られた新たな発明品であると説明しました。以下の抜粋は、SCP-5726 が冷凍保存室に入室して23分34秒後からのものです。記録開始。SCP-5726 は冷凍保存室に横たわっている。息が白くなっているのが見える。口と鼻の周りに霜が降りる。気分はどうですか？ここは寒いです。それに、狭いです。壁が迫ってきてるみたい。狭いところは怖いですか？全然。魔法少女に怖いものなんてありません。それはよかった。壁が迫ってきたりはしませんからね。でも、もし怖ければ、目を閉じてもいいですよ。そうすれば、壁も見えませんから。一瞬ためらった後、SCP-5726 は目を閉じる。怖くなんかありません。ただ、ちょっと目を休めてるだけです。もちろん、昨日は大変な一日でしたからね。これが終わるまで眠った方がいいでしょう。目を閉じてる間にいなくなったりしないでくださいね。どこにも行かないでください。ここにいてください。あなたが必要とする限り、ここにいます。私は必要なことをなします。30秒の間、SCP-5726 とキム研究員に会話はない。キムさん、死ぬってどういうことなのか分かった気がします。はい。私がかなこさんにしたことです。かなこさんは戻ってこないんですよね。ええ。人を死なせるのはダークネスのすることです。SCP-5726 が震えているのが見える。あなたがいたところではそうかもしれません。ここでは誰もがいつかは死にます。ここのダークネスは手強いです。でも負けるわけにはいきません。これが終わったらダークネスを倒しに行って、もう誰も死なないようにします。
まずは休みましょ50秒の間、SCP-5726 とキム研究員に会話はない。ここ、寒いです。う。A、 58秒の間、SCP-5726 とキム研究員に会話はない。キムさん、はい。15秒の間、SCP-5726 は沈黙する。ごめんなさい。SCP-5726 は応答しなくなる。今は休んでください。1号。もう大丈夫ですよ。記録終了。